おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回使用するのは新しく実装されたエンリコプッチ。私には、なすべき目的がある。今シーズンは第6部からクッチ神父が満を持して参戦。キャラタイプは近距離戦闘メインのかく乱タイプ。L2 ボタンを長押しするとスタンドの遠隔操作が可能。原作設定通り移動可能距離には限界があり、大体建物に見分の距離まで壁や障害物を無視して移動ができる。そしてクッチの遠隔操作中の攻撃は威力と射程距離が減少する。次にクッチは再起不能のキャラからディスクを入手してパワーアップが可能。強化項目はディスクを入手したキャラのタイプによって異なり、近距離タイプは攻撃力、射撃タイプは射程距離、かく乱タイプは精神力の最大値、波紋タイプは移動速度がアップする。ディスクは3枚までストックでき画面をタッチすることで、任意のディスクをストックが超過した際捨てないようにロックできる。通常攻撃は判定の大きいラッシュ系の近距離攻撃。初期状態の攻撃力は280で、射程距離は標準より2回りほど長い。そして前述した通り入手したディスクで攻撃力、射程、手数が変化する。通常スキルは単発攻撃を仕掛け命中した敵のスタンドをディスク化して弱体化させる。弱体効果はジョータロウとポルナレフのガードを無視して付与され、相手のスタンドによる攻撃ダメージを半減させる。ウイルスや炎、操作した弾丸といった攻撃ダメージも半減できるが、ミスタの通常射撃や波紋使いの攻撃といった、スタンドに関係ない攻撃に関しては全く通用しない。アルティメットスキルは前方の指定した対象の記憶のディスクを抜き取り致命的な弱体効果を与える。このスキルを受けた相手はまず体力とシールドの合計値が半減プラス可視化。そして命中時一瞬スタンさせジョルノのレクイエムを除く全てのスキル効果を解除する。さらに強制的にレベル1となり、再び魂のチップを入手しないと解放されるスキルを使用できない。ちなみにこのスキルを受ける前にアルティメットスキルを使用していた場合、再びチップを集めても使用した回数は回復しない。それでは本編行ってみよう。私には、なすべき目的がある。第6部アニメ化から3年半。ついにラスボスのクッチ神父がホワイトスネークバージョンで参戦した。近距離主体のかく乱タイプで遠隔操作が可能と露伴先生を彷彿とさせるが、通常攻撃は近距離タイプと同等の使い勝手で判定が大きい。さらにディスクを獲得することでパラメータが上昇し、より強力で相手から性能が読まれづらいキャラになる。対面勝負では通常スキルをヒットさせることで、アルティメット含むスタンドを用いた攻撃のダメージを半減させ殴り合いで圧倒的優位に立てる。そのため先手を取れる状況やリーチで上回る相手に対して非常に強い。ジョータロウやポルナレフのガードも無視して弱体効果を付与できるため、先手を取って肉薄すれば相手の反撃を対して気にせず相手の精神力の枯渇を狙って殴り勝ちも狙える。ただしディアボロのガードは弱体効果も無効化しながら回避してくるため、アルティメットが使えるタイミングまで真っ向勝負は避けたい。またスタンドを持たない波紋使いや、ミスタの通常射撃には弱体効果そのものが通用しない。これらの相手も同様に正面からの戦闘はよく考えて行いたい。そして遠隔操作中は攻撃力と射程が減少するため使い勝手がそれほど良くない。特に射程の減少量は2回りほどと下がり幅が大きく、真っ向からの攻撃には向いていない。暗い判定も大きく反撃を受けやすいため奇襲をメインに使うべきだろう。さて今シーズンから5人以下のマッチングはダービーの資格が15体になりレベル上げも簡単ではなくなったが、今回はうまいこと立ち回ってレベルマックス分のチップを確保できた。そして今回のディスク構成は攻撃力特化。次の移動で確保した投資を活用して奇襲を狙っていこう。お、南側から投資を見つけたのか誰か来たな。あの影に誰かが潜んでいる。ホワイトスネーク。素数を数えろ。2、3。素数は私に勇気を与えてくれる。まさか。これはドミネクロバディス。ディスク化を当ててしまえば多少先に殴られたとしても関係ない。さてこれで早くもプレイヤー2名が脱落して残り人数3。残るキャラはクッチとジョルノ。まだアイテムは残っているので早いところ立て直して残るキャラを対処していこう。お、近場に誰かいるな。あのジョルノには今のうちに攻撃しておくか。とても強い。彼の気配を感じる。君は一体。僕の邪魔をしないで。彼の血が流れているのなら天国に興味があるはずだ。
よしジョルノはもう瀕死状態。残る敵プッチにアルティメットを使ってもいい頃合いだが、チップがないのかジョルノを追うのを優先しだしたか。すでにできていたな。もらったぞ。記憶のディスクを奪った。ディスクにして奪い取る。これが私よ、ホワイトスネークの能力。覚悟こそ幸福。なめんじゃないぞ。ディスクが。これは試練なのだ。神の未明において貴様を退ける。偽物め、お前は達形だ。真の勝利者は生まれたものを支配できる者だけなのだ。先制のアルティメットで相手のレベルを1にし、そのまま畳みかけて勝利。相手は屋内のアイテムを拾ったのか思ったより粘ってきたが、互いに弱体状態であっても殴り合いならば攻撃特化のこちらが有利となる。それでは次の対戦行ってみよう。私にはなすべき目的がある。プッチの初日の使用感をまとめると、基本性能はやや心もとないが記憶のディスク取得によって性能が変化するか乱タイプ。記憶のディスクは単体では効果は薄いものの、同じタイプのディスクを重ねると効果が大きくなる。同じタイプのディスクを3枚揃えた際、近距離タイプならば攻撃力は400と近距離パワー型に匹敵。射撃タイプ3枚ならば通常攻撃がポルナレフやジョセフといった中射程キャラより一回り上。アルティメットスキルの射程はさらにその二回り上のジョリーンに匹敵する。乱タイプ3枚ならば精神力の最大値が2倍となり、手数や遠隔操作時間もまた2倍。波紋タイプはめったに3枚揃わないが移動速度がハイ状態のハイディオ様以上になる。遠隔操作持ちでありながら通常スキルのデバフによって射程で上回る相手との本対戦が強く、体力が十分にあればディアボロ以外のガード持ちに対しても対抗できる。一方遠隔操作は事前情報では判明していなかった攻撃力と射程の減少があり、予想していたほどの理不尽性能ではない印象。戦術した通り特に二回り以上の射程減少が結構痛く、精神力量を強化しないと手数が少ないため意外と火力が出ない。しかし遠隔操作ができるということ自体には変わりなく、市街地戦で膠着状態になっている際などの奇襲で猛威を振るう。アルティメットスキルは空振りのないターゲット指定型の攻撃で、命中した敵の体力半減と強制レベル1という致命的な弱体効果を与える。そしてジョルノのレクイエムを除く全てのスキル効果を解除するため、自己強化系アルティメットを持つ相手との一騎打ちにも強い。遠隔操作との併用も可能なため後半戦あたりで終盤に強いキャラに先手で当ててしまえば、その相手は以降絶望的な状態での戦闘となる。非常に強力なアルティメットだが解放レベルがマックスと遠く、一発勝負なため使用タイミングが難しい。そして防御や移動スキルを持たないため、射程で上回ってくる相手との戦闘が苦手。本対戦はいかに先手を取るかの戦いになるため、基本は射程や移動速度を重点的に上げるのが良いかもしれない。そして建物や遮蔽物が多いマップでは接近戦や遠隔操作を使用する場面が多くなるので、攻撃力や精神力を上げると力を発揮しやすい。といった具合に地形やキャラの傾向によってパラメータを変えていけるのがプッチの面白いところ。が、記憶のディスクはプッチが抜き取った時点でそのキャラから入手できなくなるので、実装直後で使用率の高い現状では目当てのディスクを厳選するといったことがなかなかできない。プッチが真に特性を発揮するのは使用率が落ち着き出した頃からだろう。いいぞ、ディスクになっているぞ。さてここまで満足にチップも確保できず体力にも余裕がない。そしてディスクは3枚なんとか確保できたものの目当てのものを厳選できなかった。しかしまあ攻撃力小アップに精神力中アップはまあまあ悪くない。このままおとなしくしていては自利品なので攻めていこう。遠隔操作からの奇襲で相手の攻撃力を半減させ、横槍に警戒しながら弱体状態の相手を直接叩く。相手はガードを持っていて粘ってくるので戦闘が長引いているが、弱体効果が切れないよう隙を見てちょいちょいかけ直していこう。ディスクは魂を形にしたものだ。もはやゆるゆるで取り出せるぞ。よしなんとか一人撃破。しかしディスクを回収している暇はない。そしてアルティメットを使うにはあと1枚チップが必要だ。こいつ
つはバレたか。こいつは私の正体がホワイトスネークじゃ。何なんだこれは。おっとまだポルナレフがいたか。ここはターゲットを切り替えて再び撃破を狙おう。11、13、17、19。貴様を逃がすわけにはいかない。なんだと。死に損ないが。23、29。お前は分かっていないようだな。自分が何をやっているのか。ホワイトスネーク勝った。ジョリーン。お前のような殺人鬼に天国の扉は開かない。というわけでプッチ神父でした。記憶のディスクでパラメータを強化し、デバフと奇襲で狡猾に立ち回るか乱タイプキャラ。補足としてアルティメットを当てた際手持ちの記憶ディスクが入れ替わるため、理想のディスク構成になった場合は入れ替わらないよう手持ちのディスクを全てロックする癖をつけておこう。それではご視聴ありがとうございました。